いやほんまありがたい。そう映ってんの。どうも、とみれのチャンネルです。こんにちは。こんにちは。いやこの間さ、動画出してからさ、思いがけずさ、励ましのコメントいただいたりしてさ、本当にもう感謝しています。ありがとうございます。いや、なんか、みんなな、人知れずな、結構、いろいろコメントくれんねん。で、人知れずさ、辛い思いとか経験してる人もいたりしてさ、なんか自分の体験とか経験とかと重ねて、なんかコメントくれたりさ、なんか、まあ、なんか自分だけじゃないんやなっていうのも感じたし、そういった、なんか、温かい思いやりに触れることができて、本当にありがたく思っています。はい。ありがとうございます。友達なんかさ、めっちゃ寒い、今日も寒いけどさ、もう極寒の中、石切神社にな、お百度参り、夫婦でしてくれたって言ってさ。石切神社とは、うちもでも動画上げてる。うん。伝法の神様。そう。悪いものを断ち切ってくれるっていう、ね。そうそうそう。なんかまあ、このあたりというか、まあ、結構知る人ぞ知るで、元封寺の神様っても言われてんねん。うん。伝法っていうのはもう関西圏ではその出来物のことやねんけども、だから元も出来物っていう感じなんかな。で、その元封寺の神様としても、言われてるみたいで、そういう、でももうなんかめっちゃ寒い中行ってくれて、しかもそういうな時間さ、使ってさ、自分の貴重な時間使ってさ、お百度参りとか本当にありがとう。感謝してます。俺もしなあかんなる。で、あと、現在の状況というかご報告なんですけど、この間、生体検査してきました。で、切って、もう私、人生の中で切って縫う手が初めてやったから、めっちゃもう。これもやったり。ああ、やったな。いや、もうでもなんかめっちゃ緊張し、普通に手術室やって、こんなんと思って、私なんかな、病室の、ちょっとベッドあるやん。そんなところで簡易的にするイメージやってんや。勝手にな。ほんでやったらもう普通になんかパンパンっていう手術室の電気がついてさ、なんか手術室入っていったら3人の先生と、看護婦さんたちがいっぱいおって、看護師さんたちがいっぱいおって、なんか、はい、ここに寝てくださいとか言ってさ。歩いて入ったんや。うん。だって、局所麻酔やしさ。元気やし。そう、元気やしな。ほんで、なんか、そうそう、寝て、じゃあ、いろいろつけていきますね、とか言って、もうめっちゃなんかいろいろつけられて、点滴やら、心電図やら、いろいろつけられて、と思って、身動きできんし、怖ーと思って。そう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 。まあ、それでなんとか終わったんですけど、それの検査の結果が2週間後なので、まだちょっと先なんで、今回どういう動画やねんって言うたら、なんか皆さんにいろいろ、ご意見いただいたり、ご心配いただいたりしてるので、悪性リンパ腫ってさ、私も調べたんやけども、で、先生にもなんかこんなんもらいました。資料というか。一遍目通しといてくださいって言われて。なんか、そう、悪性リンパ腫って一言に言っても、実は80種類もあるねんって。ほんで、その生体検査この間したやん。その生体検査によって、その80種類の中のどの、種類になるのかっていうのを探して、それによって治療も変わってくる。治療とか今後のね、方針とかが変わってくるっていうので、調べてんねんけど、一応今、血液検査、尿検査、CT 検査、生体検査。で、何やったっけ針で刺す検査。針で刺す検査で調べたけど、出てけえへんかって、生体検査に至ってます。なるほどね。出えへんこともあるんや。そう。で、悪性リンパ腫って、ご存知の通りですね、
血液のがんなんですよ。で、血液のがんの中でも白血病とか悪性リンパ腫とかあんねんけど、リンパ腫はリンパ節とかにできるがんやねんけど、それがな、なんかリンパ球ががん化して無制限に増殖していって固まっちゃう状況なんやって。悪いやつやな。そう。それが、リンパの首とか脇の下とかにできるらしい。暑い、熱あるとき冷やさなあかんとこやな。そうやな。そういう、だから流れのそこが、要なんやろな。そこが、ゴール地点やねんって。この、バーって伸びた。血液って循環してるやん、体中こう。一周でやめてまう人。静脈と動脈、動脈と静脈で帰ってくるやんか。ねんけど、リンパ腫はそう、バーって伸びてんねんって。だから、ここに溜まるっていうことじゃないんかな、イメージ。もう一周行かさなあかん。ほんで、厄介なことに、いろいろ言ってくださる方いらっしゃったんですけど、厄介なことに、実はその悪性リンパ腫の原因って、なんか分かってないねんて。だから治療法っていうか、なんていうの予防法、もうだから、いまいちないらしい。なんか、突然なるって言うたら変やけども、原因は不明なんやって。だから例えば私がお酒飲みすぎるとか、なんやかんやとかあるけど、そんなんとか。それがいいか悪いかもわからんねん、ね。そう。いいかもしれへんし。なってんねんから悪いんかもしらんけどな。なってへん人も、そんだけお酒飲んでもなってへん人もいっぱいあるし。そう。でな、腹立つっていうかな、なんでやねんと思ったんが、なる人、罹患する人が70代の男性に多いねんって。どういうことやな、私全然当てはまらんやないかと。めっちゃどういう意味と思って。そう。っていう感じです。効果的な予防法も分かっていませんということで。ほんで、そう。なんで、そうやってがん化するかっていうのも分かってないらしい。なんでがん化するかっていうか、例えば、可能性としてな、ウイルスとか細菌が入り込んで、リンパ球って、免疫細胞やから、ばい菌とか入ってきたら、それと戦う。選手な。そう。たちが、働く細胞みたいな話。で、なんか、そういうのやねんけども、それが、ウイルスとか細菌によって異常発生してリンパ球がガーってなって固まっちゃうっていう場合もあるし、なんか、まあ違う要因によってなったりもするし、本当だからその辺はわからないということです。選手が多すぎた。どうなんやろうな。敵がいっぱい来た。なんで異常増殖したんやろ、私の場合。わからん。敵はあんまり入ってきてないはずや、ね。まあなんかそんなにさ、悪い食べ物とかも食べへん人やん。予防接種もしてないしな。そう。なんかそれもなんか言うてはる人だけど、コロナの、ワクチンとか。でもそれも実は売ってないんです、私。とか関係なさそうやし。俺がなってもなれへんぐらい。選手が多いんやで、やっぱり。異常に頑張りすぎてんのかな。菌を入れてあった方がええんかもしれない。あとなんか、E のピロリ菌で使用できるやん。そっからなんか、ピロリ菌。胃が悪いのもあったんちゃう？がん化してリンパに行くっていうケースもあるみたい。胃のポリープがどうとか言うてたよ。いや、だからそれもちょっと心配やねんけどな。でも今んとこいい別になんともない。なんせ80種類もあるんで、どうってわからん。さて、じゃあ治療は皆さんもご存知のように、放射線治療とか、あと抗がん剤とかになってくると思うんですけど、それは、ステージとかによっても違うし、その種類によっても違うし、っていうことで、どの抗がん剤が効くとかも、まだそんなんはわかりません。抗がん剤は効きやすいってみんな言うで。悪性リンパについて
言うと。ほら、薬物療法でもこんだけのやり方があるの。うん。なんかどうこんだけのやり方が。わからん。なんせ種類がいっぱい、こうちゃんと1日目、2日目、3日目とかのスケジュールがいろいろある。そうそうそう。どこで毛抜けるとか書いてるの？いやー、もうそれは分かれへんわ。まあなあ、もうそれは仕方ないよね。でもなんかさ、みんな、自分の親とかな、まあ自分もな、そういう経験を経て、治ったから大丈夫やで、とか、言ってくださって、本当に助かってます。助かってるっていうか、支えてもらってる。なんか、ただね、まあ、これは言っとかななと思って、そんなに実は、私、もうグーンってなってるわけじゃなくて、物事にはね、何でもタイミングっていうのがあって、いいタイミングと悪いタイミングとかあるやんか。で、今ってすごいいろんなことが起こってて、もうなんか大変なんですけど、バタバタしてて。ね、だけど、なんか今までの過去の経験もそうやったけど、一見マイナスに見えることでもね、最終的に、いいことにつながる、いい結果の方向に、結果いい方向につながるようなことになったりもするやんか。だから、まあそれが今必要な経験だったりするんかなとも思ったりもしてて、だからそこまで、暗く思ってないというか、あと、こんなこと言うたらまたなんかちょっとご批判受けるんかもしらんけど、長生きしようと思ってないというか、長生きすることだけが全てって思ってなくて、私の場合。絶対人間って死ぬやんか。変な話。ほんで、その死ぬまでの間にどれだけ楽しめるか、この人生を楽しめるかやと思ってるんです。だから、だから、人生100年時代で。まあな、そうやねんけど、絶対でも、だって若い時に死んだりとか、なんか突然事故に遭ったりとかも、まあいろいろあるけど、なんでって思うけど、まあ結局、絶対死ぬようになってて、人間って、生きてる間にどんな経験したり楽しめるかやっていうのがすごく大事やと思ってる人やから、例えば今、暗い気持ちになって、そういうの、なんかマイナスなことに、暗い気持ちになってマイナスなことに支配されて、ドーンってなってるその時間さえももったいないというか、なんか、その悩む時間も意に沿わないというか、そんな感じで思ってるんで、そこまで、ダーンって落ち込んだりとかいうことはしてないです、実は。そういう、すごい心配してくれるけど、精神面を。で、何より今な、そうやって何より今こうやってなんかいろんな方に気にかけてもらったりとか、すごいな、声かけてもらったり、コメントもらったり、温かいメッセージいただいて、もうなんか、ほんまに幸せやなって、そういう部分ではありがたいなと思ってるから、もう、そこを経験できてるのは嬉しいと思ってます。そこは幸せだと思ってます。なんかおかげさまで、今って痛いのもだいぶ収まってて、何も問題ないって言ったらいいんやけど、問題あるから病院行ってんねんけど。まあでも薬飲んでだるいとか言うてる。いや、それはこの切った後の薬、飲んでた時。今日はなんか快適やし。まだ治療始まってないからな。そう。で、あと2週間ぐらいとかもあるし、なんか、まあ、なんせ治療始まるまでにこんだけもう1ヶ月かかるわけやろ？最初に病院行ってから、早よ行かなあかんってことです。早めに行ったとしても、検査始まっていろいろ分からんことが分かってからしかできひんから。
そうですね。早いかんと、その1ヶ月の間、もう、どんどん進行していくやん。うん。普通に考えて。はい、うん早せえへんのと思うけど。うん。まあ1ヶ月、別にあんま大した時間じゃないんかもしれんけどな。いや、でも進行していく分にはあれやけど、なんかこの間も先生、あれ腫れ引いてんねとか言ってたぐらいやから、まあ今私の場合は小康状態なんかもしれないな。どういう結果になるかわからないんで、また結果が出次第、深刻な動画になるか、明るい動画になるかわからないんですけど、まあ、どっちにしても、なるようになるって思ってますんで、その報告はさせていただきます。はい。はい。よろしくお願いします。はい。かしこまりました。今日は以上ですか？うん。はい。まあ、治療が始まるまでに、やれることやる？まあ、いろいろ、全然普通に生活はできるから、うん。でも忙しいよね、今ね。うん。土日のたんびにもなんやかんやとか、普段も。弁護士に回る。まあ、そんなこんながあるので、また、時間取って、出せるものは出して。だから、この間の動画な、なんていうの、今までみたいに、あっちこっち行って楽しくしてっていうのはなかなかできなくなりますっていう感じなんです。うん。そう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 。だからなんか、その深刻さを訴えたかったわけじゃなくて、うん。うんうん。なんか楽しい、うんうん。うんうん。二人でうんうんうん。そうそうそう。あんまりこれからそんな動画ちょっと出せなくなります。今バタバタしてるんでっていうことだったんで。だから次は、何かわからんけども、また動画出しますんで、よろしくお願いします。何か出します。ぐだぐだ。はい。よろしくお願いします。はい、では、ままた次の動画で。